listen to today's English news. In the US, more people are installing home batteries, like solar panels, to save energy and help the electric grid and AI data centers. In the US, more people are installing home batteries, like solar panels, to save energy and help the electric grid and AI data centers. アメリカでは太陽光パネルのような家庭用バッテリーを設置する人が増えています。これはエネルギーを節約し、電力網や AI データセンターを助けるためです。In the US, more people are installing home batteries, like solar panels, to save energy and help the electric grid and AI data centers. ポイントをチェックしましょう。Install, 設置する。electric, 電力の。grid, 電力網。In the US, more people are installing home batteries, like solar panels, to save energy and help the electric grid and AI data centers. 徹底分析ですね。わかりました。では早速このパズルを解いていきましょうか。はい、やっていきましょう。まずは全体を引っ張る先頭の機関車、つまり文章の核となる主語と動詞を探すわけですよね。ええ、そうです。列車の一番前にある in the US が機関車ですよね。アメリカではから始まっているので。実はそこが多くの人が英語の長い文で迷子になる最初のポイントなんですよ。違うんですか？ in the US って場所を示す単なる背景情報、つまり修飾語なんです。例えるなら本体の前に走っている先導車に過ぎないんですよね。なるほど。機関車じゃなくて先導車。ええ。英語って誰が何をしたかっていう結論を一番早く言いたい言語なんですけど、その前に状況設定のパーツだけをポンと置くことがよくあるんですよ。いきなりフェイントだったわけですね。じゃあ、本物の機関車はその直後ってことですか？そうなりますね。more people より多くの人が、これが主語。そして、are installing 設置している。これが動詞ですね。その通りです。それがこの列車の絶対的な核となるエンジンです。で、エンジンが設置していると動いているなら、次に何が必要になると思いますか？設置しているんだから、当然何をっていう積み荷が必要ですよね。まさにそれです。一番大事な積み荷、つまり目的語ですね。それが続く、ホームバッテリーズ、家庭用蓄電池ですね。はい。これで、より多くの人が設置している家庭用蓄電池をっていう強力な機関車ブロック、SVO が確定しました。なるほど。英語はこの誰がどうする何をっていうブロックさえ見失わなければ絶対の意味を見誤ることは絶対ないんですよ。メインの機関車は確保したと。でもなんか後ろにまだゾロゾロと貨車がつながってますよ。そうですね。枝の部分ですね。続く like solar panels はどう処理すればいいですか？それはソーラーパネルのようなという意味で直前の積み荷である家庭用蓄電池にペタッと貼られた補足ラベルみたいなものです。ラベルですか？ええ。積み荷の擬態例を説明しているだけの軽いパーツですね。ラベルならさらっと流せますね。でもここからが厄介なんですよ。と言いますと？To save energy and help ってなんだかエンドがたくさん出てきて、どの貨車がどこに連結されているのかわからなくなってきちゃって。確かにパッと見は複雑ですよね。でも連結器の役割ごとに見ていけば大丈夫です。連結器ですか？はい。最初の To save energy エネルギーを節約するためというのはこの列車がどこへ向かっているのかその目的を示す貨車なんです。なぜ設置するのかの理由ですね。そうです。不定詞の副詞的用法ってやつですね。なるほど。じゃあその後ろのandは何ですか？このandは非常に大きな連結器なんですよ。エネルギーを節約するっていう目的に加えて help 助けるっていうもう一つの大きな目的をガチャンと並列でつないでいるんです。ちょっと待ってください。
その後ろにもう一つ&がありますよね。はい、ありますね。The electric grid and AI data centers で、これも別の目的の貨車ってことですか？いいえ、そこが構造の面白いところなんですよ。この2つ目の&は、help という行為が及ぶ先、送電網と AI データセンターという2つの対象をつなぐ一回り小さな連結機なんです。ああ、なるほど。大きな目的の貨車をつなぐ太い連結機の中に、対象物をつなぐ細い連結機が組み込まれている状態って言えば分かりやすいですかね。見えてきました。大きな連結機と小さな連結機を切り分けることで、どんなに複雑に見える英文も理路整然としたシンプルな貨物列車のパズルとしてクリアに解けるんですね。本当にそうなんです。機関車と貨車を分けるっていう視点は、単なる外国語学習の枠を超えますからね。と言いますと？情報が溢れる現代において、何が本質で何が装飾なのかを見抜く、すごく強力なツールになるはずなんですよ。確かにそうですね。まずは、誰が何をしたっていう絶対的な機関車を見つける癖をつければ、この情報過多な世界でも迷わずに済みそうです。本当にその通りだと思います。では最後に、リスナーのあなたに少し考えてみてほしいことがあります。はい。私たちが普段無意識に受け取っている言葉の長い貨物列車。もし、後ろに連なる大量の装飾施料をすべて切り離してみたとき、そこに残った本当の機関車は、果たしてあなたが思っていた通りに方向に進んでいるでしょうか？深いですね。日常のニュースでもぜひこのパズルを意識してみてくださいね。さて、今日のニュースについて英会話を練習したい方は AI 英会話アプリenja AI トークで AI キャラとトークができます。7日間無料体験できるので概要欄からどうぞ。このまま AI キャラと英会話しませんか？今日のニュースについても話せるよ。Enjoy learning.